言葉は女性の心に届きます。男性がふと発した気の利いた一言やうまいタイミングの褒め言葉、それらがその後の関係を変えることがある。それは間違いありません。でも実は言葉と同じくらい、あるいはそれ以上に女性の心に残るものがあります。それが行動です。女性の心がときめいた瞬間を後から思い返してみると、その人が何をしたか、どう動いたか、そういう場面が浮かぶことがあります。気の利いた言葉と同じように、いえ、それ以上に行動が女性の心に刻まれることがあるんです。なぜかというと、行動にはその人の習慣や感覚がそのまま出るからです。どんな時、どんな場面でどう動くか、そういうことが積み重なって、女性の中でその人の印象が形作られていきます。女性は言葉と同時にその人の行動にも自然と目が向いているということです。それに、とっさの行動というのは本人も意識していないことが多い。無意識にやっていることが気づかないうちに女性の心を動かしている。そういうことが実際にあります。つまり、あなたが今までやってきたことの中にすでに答えがあるという可能性もあるんです。今日は女性が密かにときめく大人の男性の行動を7つお伝えします。あなたが普段からしている行動も逆にしてなかったこともどちらもあると思います。あと、最後にお伝えする7つ目。これが女性の心に一番深く刺さります。ぜひ最後まで見ていってくださいね。その前に、もしこの動画が少しでも参考になりそうだと感じたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、大人の男性が女性と良い関係を築くための実践的な方法を女性目線でお伝えしています。通知をオンにしていただければ、新しい動画を見逃すこともありませんよ。その1、相手のものや選択に好きという。最初にお伝えするのは、好きという言葉の使い方です。好きという言葉は、直接相手に向けて使うと、途端に重くなります。特に関係がまだそれほど深くない段階では、気持ちが前に出すぎて、相手が身構えてしまうこともある。だからこそ、好きという言葉をうまく使えずにいる人は多いと思います。でも、使い方を少し変えるだけで、全く違う効果が生まれます。なぜかというと、好きという言葉は、向ける対象によって受け取られ方がまるで変わるからです。相手本人に向けた好きは告白になる。でも相手のものや選択に向けた好きは、共感や同意として伝わる。それだけなのに、言われた側にはちゃんと届いてしまう。これが、この行動の面白いところです。例えば、相手がいつも持ち歩いているバッグや、さりげなく身につけているアクセサリー、あるいは、二人で食事に行った時に相手が選んだメニュー、そういうものに対して、いいな、好きだな、と自然に口にする。それだけです。でも女性の側からすると、その言葉が少し違って聞こえます。自分が選んだもの、自分が大切にしているものを、この人はいいと思ってくれている。そこには、自分のセンスや好みを肯定してもらえたような感覚が生まれます。そしてその感覚が、少しずつ積み重なっていく。一度や二度では、女性もそこまで意識しません。でも何度も続くと、この人はなんとなく自分のことを分かってくれている、という感覚が生まれてくる。それが、距離を縮めていきます。好意を直接ぶつけていないから、相手が構えない。相手が構えないから、その言葉がスッと入っていく。これがこの行動の一番のポイントです。大事なのは、作った言葉ではないということです。本当にそう思った時にだけ、自然に口にする。それが伝わるから、相手の心に届きます。あなたがいいなと思ったなら、そのまま言葉にしてみてください。それだけで十分です。その2、綺麗、可愛いを使わずに褒める。女性を褒めるとき、多くの男性は綺麗ですね、可愛いですねという言葉を使います。それ自体は悪くありません。でも女性の側からすると、そういう言葉には少し慣れてしまっている部分があります。何度も言われると、嬉しいよりも先に、またその言葉か、という感覚になることもあるんです。なぜかというと、綺麗、可愛いという言葉は誰にでも言える評価だからです。見た目がいい女性なら、日常的に何度も言われています。だからこそ、その言葉の重みが薄くなっていきます。言葉そのものは悪くありません。でも使われすぎているから、
響かなくなっているんです。では、どう褒めればいいのか。今日は雰囲気が違う。あの時の判断が良かった。最近表情が明るくなった。そういう言葉です。綺麗、可愛いと違って、その人のことをちゃんと見ていなければ出てこない言葉だから、響き方が全く違います。例えば、久しぶりに会った相手がなんとなく雰囲気が違う。いつもより表情が柔らかい。仕事の場面で、あの時の対応が良かったと感じた。そういうことを言葉にする。日常のちょっとした変化でも、仕事での一場面でも、プライベートの話の中でも、その人を見ていなければ出てこない言葉はいくらでもあります。綺麗、可愛いより、そういう言葉の方が女性の心に深く届きます。ここで大切なのは、下心を感じさせないということです。可愛い、綺麗という言葉には、どうしても異性として見ているという空気が混じります。でもその人の表情や言動を言葉にするだけなら、そういう空気が出ない。だから相手が構えない。構えないから、素直に受け取ってもらえます。しかも、そういう言葉が出るためには、その人のことを日頃からちゃんと見てないといけませんよね。覚えてないと、変化にも成長にも言及できません。だから、見てもらえていた、覚えてもらえていたという事実が言葉以上に伝わります。綺麗、可愛いを使わなくても、女性の心に深く届く褒め方はあります。むしろそういう言葉の方が、女性の記憶に長く残るんです。さらっと、当たり前のように言える。その自然さが、この行動を生かします。その3、相手の選択に自然に乗る。相手が何かを選んだ時、自分も同じものを選ぶ。些細なことに聞こえるかもしれませんが、それが積み重なっていくうちに、女性の心になんとなくこの人と会うという感覚が生まれてきます。一度や二度では、女性もそこまで意識しません。でも何度も続くと、この人とは好みが近い、感覚が似ている、という印象が自然と育っていきます。それが、距離を縮めていきます。大事なのは、無理に合わせないということです。相手に合わせようとして選ぶのと、本当に同じものを選びたくて選ぶのでは、伝わり方が全く違います。女性は、無理に合わせてくれているという気遣いよりも、本当に好みが近かったという事実の方に、ずっと素直に反応します。気遣いは嬉しい。でも一致は、もっと深いところに届きます。例えば、食事の場面で相手が選んだメニューが、自分もちょうど気になっていたものだった。行き先を決めるとき、相手が挙げた場所が自分の好みとも重なっていた。何気ない会話の中で、相手が好きだと言ったものが、自分も好きだった。そういう一致が少しずつ積み重なって、女性の中で、この人とは気が合う、という感覚になっていきます。女性にとって、好みや感覚が合うというのは、思っている以上に大きなことです。生活の感覚が近い、価値観が似ている、一緒にいる時間が心地よくなりそう。そういうことを、小さな一致の積み重ねの中から、無意識のうちに感じ取っています。だから、日常の何気ない場面での一致が、その後の関係に思いのほか影響します。逆に、明らかに無理に合わせているとわかる選び方は、かえって距離を生むことがあります。気遣いは伝わっても、そこに自分の好みや意思が見えないと、女性はその人の輪郭をつかみにくくなります。好きになるためには、相手がどういう人かを知りたいからです。何が好きで、何を選ぶか、そういうことが分かって初めて、もっと知りたいという気持ちが生まれます。だから、自分の好みを隠して合わせてばかりいると、女性には、この人のことがよくわからないという感覚が残ってしまいます。自分の好みに正直でいる。それがたまたま相手の選択と重なった時、その一致が一番自然に、一番深く伝わります。気になる女性と、好みや感覚が合うと感じた瞬間はありますか？どんな場面だったか、ぜひコメントで教えてください。その4、相手の好きなものに、教わる側として興味を示す。会話の中で相手が好きなものの話をしているとき、その話にどう反応するかで、その後の距離感が随分変わります。例えば、相手が最近ハマっている音楽や好きなアーティストの話をしていた。自分はよく知らないジャンルだった。そういう時に知ったかぶりをするのでも、話を流すのでもなく、知らないから教えてほしいと素直に言って、教えてもらう側に回る。この動き方が
女性の心に自然に届きます。なぜかというと、教える側に置いてもらえるというのは、相手への信頼の表れだからです。知らないことを知らないと言える。そして相手が詳しいことを素直に認めて、聞く側に回れる。その姿勢が、女性には誠実に映ります。特に、自分より年上の男性がそういう姿勢を見せてくれたとき、女性はその落差に少し驚きます。立場や経験のある人が、素直に知らないと言って聞いてくれる。その素直さが、予想外に心に刺さります。しかも、共通点がなくても共通点が生まれます。もともと興味がなかったものでも、相手から教えてもらうことで、自然にそのジャンルに触れるきっかけになる。次に会った時に、実際に試してみたという話ができる。そうやって、共通の話題が少しずつ増えていきます。ここで注意したいのは、興味がないのに興味があるふりをして合わせるわけではない、ということです。本当に気になったから聞く、それだけです。無理して共通点を作っても、あなた自身が長続きしません。でも本当に興味を持って聞いた話は、その後の会話の中で自然につながっていく。相手が好きなものを素直に教えてもらう。その姿勢だけで距離は縮まります。一つ付け加えると、教えてもらったことをそのままにしないでください。調べてみた、読んでみた、聞いてみた。次に会った時にその話ができると、女性は自分が話したことをちゃんと受け取ってもらえたと感じます。それだけで十分に嬉しいんです。その後、その人の前では、普段は見せない自分が出てしまう。誰でも、普段はあまり人に話さないことがあります。子供の頃の話でも、若い頃に夢中になっていたことでも、誰にも言っていなかった趣味でも、いつもは話さないのに、なぜかその女性との会話の中では、気がついたら話していた。そういうことがあります。その気がついたら話していたという瞬間が、女性の心に深く刺さります。なぜかというと、女性はなぜ私に話してくれたんだろうという問いを、自分の中で考え始めるからです。意図して特別扱いされたわけではない。ただ、その場の流れで自然に出てきた話だった。だからこそ、作られた特別感ではなく、本物の特別感として伝わります。例えば、会話が盛り上がっている中で、男性の口から普段は話さない自分の弱い部分や、あまり人に見せない趣味の話が自然に出てきた。話した後で、なぜあの女性にあんな話をしたんだろうと自分でも不思議に思う。そういう経験、あるのではないでしょうか。女性の側からすると、その話が出てきた瞬間に、この人は私のことを信頼してくれているんだという感覚が生まれます。そしてその感覚が、相手への親しみに変わっていきます。特に、いつも落ち着いていて頼りがいのある印象の男性が、ふとした瞬間に意外な一面を見せたとき、女性はその落差に引き込まれます。完璧に見えていた人が、普段は見せない部分を自分にだけ話してくれた。その瞬間が、記憶に残ります。無理に自分をさらけ出そうとしなくていいんです。その女性といる時間が自然と居心地よくなって、気がついたら話していた。そういう瞬間が、特別感を生みます。ここで大切なのは、意図してやらないということです。話そうと決めて話すのではなく、気づいたら話していたという自然さが、この行動の本質です。あなたは、普段あまり話さないことを、気がついたら話していた経験はありますか？どんな場面だったか、ぜひコメントで教えてください。その6、その場を完結させずに終わる。会話や食事の場が盛り上がった時、その場をきれいに締めくくろうとすることがあります。でも実は、少し余白を残して終わる方が、女性の心に長く残ります。なぜかというと、完結していない話には、続きを求める力があるからです。全部話し切った、全部生き切ったという満足感は、その場で完結してしまいます。でも、まだ話せていないことがある、まだ行けていない場所がある、という余白は、次への期待として相手の中に残り続けます。例えば、食事をしながら話が盛り上がって、気がついたら時間が経っていた。話したいことはまだあったけれど、その日はそこで終わった。あるいは、一緒に出かけた先で、近くにもう一箇所気になっていた場所があったけれど、今日は行けなかった。そういう、行けなかった、話せなかったが、次に会う自然な理由になります。女性はその余白を、家に帰ってからも引きずります。今日の話、続きが気になる。
あそこにも行ってみたかった。そういう気持ちが次に会う前からすでに始まっている。その状態がまた会いたいという気持ちを育てていきます。ここで大切なのは意図して余白を作ろうとしないということです。次の約束につなげようと計算して話を途中で止めるのではなく、本当に時間が足りなかった、本当にまだ話したいことがある、その正直な状態がそのまま余白になる。その自然さが伝わるから、相手もまた会いたいと思います。無理に次の約束を取り付けなくていいんです。その場を全部使い切らない。それだけで続きへの期待が自然に生まれます。これは恋愛の場面だけに限りません。仕事関係であっても、友人関係であっても、その場を余白で終えた相手のことは不思議と頭に残ります。人は完結したものより未完のものの方が記憶に残りやすい。女性の心もその例外ではありません。その7、相手の弱さをそのまま受け入れる。最後にお伝えするのは、7つの中で最も女性の心に深く刺さる行動です。女性が自分の弱い部分を見せたとき、どう反応するか。これが、その男性への信頼感を決定的に左右します。例えば、女性が自分のコンプレックスを話してきた。仕事でうまくいかないことを打ち明けてきた。自分でも情けないと思っているような失敗を少し恥ずかしそうに話してきた。そういう瞬間に励ます必要はありません。慰める必要も、アドバイスをする必要も、フォローする必要もありません。ただ、そのままでいる。それだけでいいんです。なぜかというと、弱い部分を見せた時に、男性が何かをしようとしてくれることよりも、何もせずにそのまま受け取ってくれることの方が、女性には深く響くからです。励まされると、直さなければいけないという気持ちが生まれます。でも、何も言わずにそのままでいてくれると、このままでいいという感覚が生まれます。その感覚が安心感になります。そしてその安心感が信頼に変わっていきます。女性が弱い部分を話すとき、多くの場合、答えを求めているわけではありません。ただ聞いてほしい。ただそこにいてほしい。それだけです。なのに多くの人は何か言わなければと思って言葉を探してしまう。でも実は何も言わなくていい。その場にいるだけでいい。それができる男性は思っている以上に少ないです。だからこそ、それができた時に女性の心に深く残ります。女性が本当に心を開く相手というのは、自分の弱い部分を見せても何も変わらずそこにいてくれる人です。特別なことをしなくていいんです。何かを言おうとしなくていいんです。ただそのままでいる。その強さが女性の心に一番深く届きます。今日紹介した7つの行動の中で一番難しいと感じたのはどれでしたか？ぜひコメントで教えてください。まとめ。今日は女性が密かにドキッとする大人の男性の行動を7つお伝えしました。改めて振り返ると、7つに共通しているのは、意図していないのに伝わってしまうという点です。何かをしようとした結果ではなく、ただそこにいて、ただそう動いただけなのに、女性の心が動いてしまう。そういう行動ばかりでした。言葉を準備しなくていいんです。うまく見せようとしなくていいんです。相手のものに素直に反応する。変化に気づいたらそのまま伝える。弱い部分をそのまま受け取る。そういう当たり前のように見える行動の積み重ねが女性の心の中で少しずつ確かな形になっていきます。今日紹介した7つの行動。あなたはいくつ心当たりがありましたか？もしかしたらすでに誰かの心を動かしていた瞬間があったかもしれません。それを知った上でこれからの女性との時間を過ごしてみてください。きっと見えてくるものが変わってきます。この動画が参考になったと感じたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録をお願いします。これからも、大人の男性が女性と良い関係を築くためのヒントを女性目線でお伝えしていきます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。